から日本の文学どうなりますかって、これちょっとすごい乱暴な質問なんだけど。じゃあ向こう10年どうなりますかみたいな話で最近感じているのは、まさにこの宮島さんが成瀬が天下を取りに行くっていうので思うのが、マーケットがちょっと変わってきてるなという気がしていて、どちらかというと今までってすごく傷つきやすい人たちを救う、傷つきやすい心に寄り添うっていうタイプの、いい意味で小さい世界の話っていうのがどんどん増えてきてたと思うんですね。でそれがすごく本来の小説の形に近いものではあると思うので、すごい良かったと思うんです。ただこの成瀬が何が起きたかって、2024年に起きたっていうのは、成瀬ってそういう傷つきみたいなところを突破していくみたいなそうですよね、ある意味突破していく話で、これってすごい乱暴な言い方するとみんなが大きな物語を欲し始めてるのかなとも思ったんですよね。だからそれがトランプさんの当選とかとも私はどっかこうする、別に宮島さんの思想がってことは全然ないんですよ。ないんですけど、寄り添われるだけじゃダメだっていうところにどんどん人が変わっていって、ついに小説でもそっちが来たかって思ったのが成瀬だったんですよ。逆にそういう物語が生まれていかないと、もう小説っていうものが時代からもっと取り残されてしまう気がしているで怖い。普通に生きてても小説読んだよ面白かったねって言ってくれる友達がもうどんどん減っていくっていう、それをどうやって取り戻せるのかっていうのは、いちいち考える。もともと菊池寛さんが日八は売れないからっていうんで芥川直樹やってて、今だにきっと文藝春秋本して発表号が売れるんだと思うんですけど、2月と8月ってことですね。はい。でその興行っていうか仕掛けっていう側面ってどうしてもあると思うんですね。その芥川賞がこれだけ社会的な事件になったのも石原慎太郎さんの「太陽の季節」がきっかけだったって言われてるじゃないですか。そのあたりどうですか？なんか作品一個一個のクオリティってこともそうなんですけど、一つの仕掛け方。はい、もうそれで言うともう、今仕掛け方が、もう次の仕掛け方が分からなくて、文芸界全体で今本当に次の打ち手を探してるっていう状態だと思うんです。で例えば、今までは賞があった。でそれも直木賞とか芥川賞っていう賞の時もあれば、本屋大賞って賞のこともある。であとはまた違う文脈だとメディアミックスっていう、角川がやっていたメディアミックスで、あともうちょっと小さい話でいうと、例えば昔だったら推薦コメントで世界の中心に愛を叫ぶの柴咲コウさんが泣きましたみたいなので売れたみたいな時代が、でもそれも15年前ですよね。その後多少来たのが、YouTuber、TikToker の勧める健吾さん、ベルさんが勧めました。もうねその先がないんですよ今、打ち手が。である意味ではすごくそれも全部やるんですよ毎回いわゆる著名人の方にお願いしますだったりとか、全部うちではやるんだけれども、どんどんパイが小さくなってる中で、いやこれは完全に焼け野原になるっていうか、対処療法的になってしまうので、次の打ち手は何なんだろうっていう時にみんな考えてるんですね、そこね。そうなんですよね。それ逆に何だと思います？茂木さん。いや僕わかんないですけど、僕村上春樹さんの「ノルウェーの森」の上下巻が出た時ってのは本当によく覚えてて、東大のその本郷の今でもあると思うんだけど、食堂の下のなんか本屋さん同じだよね、構造。そうですね、はい、なんだろう、奥にある、はい、あそこにこうやって赤と緑が並んでて、それまで村上春樹ってもちろん偉大な作家だったんだけど、それがもうみんな世の中ひっくり返ったんだよね、ノルウェーの森で。あれがなんかを変えたんだよね。であれは何だったのかっていうのはよく分かんなくて、で村上さんって変な人で有名な野球神宮球場かなんかで見ててなんかのプレーの瞬間に僕は小説書けるって思ったっていうのと、群像新人賞を取った時もなんか街歩いてて俺賞取ったって思ったってよく分かんない人じゃない。でもその身体性ってなんかあるんでしょうね、時代の変わり目っていうか。そうです。でも身体性っていうのはおっしゃる通りだなと思って、もちろん社会現象になる
ものって身体性を絶対伴ってると思うんですけど、ですよねはい、すごい思うんですけど、だから、その中では村上さんと比べるとその数字的な意味では分からないんですけど、最近だと「ハンチバック」っていう芥川賞の作品があって、読みました。あれはかなり売れた。担当？いやではないんですけれども、もちろん文学界新人賞を取った作品ですね。あれなんかやっぱり身体性っていうものが、あれなんか現代性の方がフォーカスされたけど、あれどっちかというと身体性の話だと思うんですよ。身体性が伴っていたと思うんですけど、なんかそれで言うとまさに何かを変える瞬間って身体性が伴うものだと思うんですが、読書って結構身体性を本来伴っていたものだと思うんですよ。ただ今って身体性を伴うことに対する皆さんの忌避感が強いんだろうなと思い、なんですかね、やっぱり能動的にやるっていうことよりも自分の体を動かすだったりとか、あとなんですかね、身体性ごめんなさい、ちょっと今の身体性の忌避感が強いっていうのと同時に、本来であれば読書ってすごく身体性を伴うものではあるんですが、それよりも対象物の身体を感じるコンテンツが周りに多すぎて、で本読んでて身体性を感じられるのって結構読書に慣れてないと感じられないと思うんですよ。だったら TikTok で声も動作も見てる人の方がよっぽど身体性があるって感じる人もいると思うので、身体性の感じやすさっていう意味では読書はちょっとハードルが高いんだと思うんですよ。それでいうとなんかVTuber の方とかと読書って結構似てるなと思って、なるほど。なんか生っぽさがないところにかえって身体性を感じるっていうのが結構 VTuber と読者に似てるなと思っていて、VTuber がこれだけ売れてるってことは一周回って読書もその生っぽくなさっていうのを求める人が絶対にいるはずなので、要は生っぽくないものに身体性を求めるっていう、そこの逆説の関係に癒しを求めたり救いを求める人って絶対いると思うので。なるほどな。僕ね、やっぱり黒岩さんが個性の問題どう考えてるかって、作家の個性、俺やっぱり今までいろんな人に会ってるんですけど、山崎直子らっていう作家と会った時のことはいまだになんかトラウマになって、トラウマっていうか、この人は何なんだろうって。そもそもあの人直子らの「ら」ってそうですよね。あれ複数形なのかな、なんか僕らとか「ら」分かんないんだけど、なんかまずそのペンネームが変でしょ。あと人のセックスを笑うなってめっちゃ素晴らしい青春小説なのに、なんか人をなんか拒絶するようなタイトルだって、人のセックスを笑うなって。でもあれ単になんか本屋の中でなんか雑誌かなんか同性愛かなんかの雑誌かなんか読んでて、そこに人のセックスを笑うなって書いてあるのかな。その一シーンだけなんだよね。だからその本体と全然関係ないんだけど、あえてそういうタイトルつけるところとか、山崎直子らってなんか変な人だったなって思うんですよ。いやすごくだけど忘れられないんですよ。でその小説の書き手のそういう揺るぎない個性ってのかな、それをやっぱり今でもなんか我々求めてる気がして、身体性とはちょっとまた違った意味かもしれませんが、それどうですか、その編集者やってて、そのなんか凄まじい個性っていうか、先ほどの話じゃないですけど、溢れてる人っているんですよ。でいらっしゃって、でそういう人の方が、そういう方の方が付き合ってて面白いなっていうのと、ただそういう方の方が小説っていう形に落とし込むのが超大変なんですよね。時間もかかるし。ちょっと待って、それ面白いな。違う、じゃあ大型新人ほど小説に大変なの。そうですよ。それって面白い話。なぜそうですね。だからよく一作目よく落とし込めたなみたいな。でももしかしたら例えば私たちも新人賞とかやっていて、これはって思う時あるんですよ。ただその時一方で、この方はこれしか書けない、いやそれはこれしか書けないっていうのは他に引き出しがないってことじゃないですけど、溢れすぎちゃっていて、小説っていう形に落とし込めるのはもうこの一作だけだったらどうしようみたいな恐怖が毎回起きるんですよ。でどっちかというと器用に、ある意味ではちょっとサラリーマン的にこうやって当てに来れる方の方が、その方が商業作家さんとしては成功だったりするんですよ。し我々もそういう才能も求めてるんですね。才能って、それは一方ではね。才能っていう意味では。
なんかもう常にホームラン王だけいてもやっぱりチームとしてはまあそりゃそうだ成りね。立ちませんわみたいな、どっちも必要なんですけど、なんかこうそうなんですよね。でこれ2つあって、ただものすごく別に全員じゃないですよ、全員じゃないですけど溢れちゃってる系の方が、溢れちゃってる系というかこう落ち込めてない人の方がそれはセーフティーな、編集者的にもカロリーがかかる、セーフティーな環境で仕事をできるかわからない、なんだったら心持ってかれちゃうので、別にそれハラスメントされるされないとかっていうレベルじゃなく、一泊考えるなっていうところである。でそこの胆力というか気力がある編集者がどこまでいるかっていうか、サラリーマンでどこまでやれるかっていうのも一方で結構あるんですよ。例えば中上健二とかですか？例えば中上健二さんとかって例えばいやそうでしょう、もうお会いしたこともないので言いやすいですね、お会いしたことないので言いやすいと思うんですけど、太宰とか、太宰さんの担当とか本当多分しんどかったろうなとかって思う。担当編集だったらけど、太宰は割とそういう意味では多少小説的な器用なところがあるなとは思うんですけど、やっぱり溢れちゃってる系の人をどういうふうにするのかっていうのが難しいよねっていうのが個性っていう意味では一つと、あとはこれちょっとまた似て非なる話なんですけど、このポリコレ時代、大ポリコレ時代にこう自分の気持ちから小説を書いているっていうか、何ですかね、自分の個性から小説を書いている人と、最初はそうだったのかもしれないけど、だんだん頭で小説を書き始めちゃっている人、要は当て始めてる。そうするとこの大ポリコレ時代においては当てに行く方がテーマも見つかりやすいし、このテーマじゃ次はこれでいく、次はこれでいくっていうのを作りやすいので当てに行きやすくはなるんですけど、そうするとその方オリジンのものではないので、個性っていうものが、本来あったはずの個性っていうのがどうしても濁ってくるんですよね。面白い。そこをでも編集者的にはこっちの方が商売しやすい時もあるので、いつも引き裂かれる思いだなと思って。そういう意味で言うとさ、三島由紀夫って器用にコントロールもできたけど、やっぱり最後溢れてああいう風になっちゃった。人たちってすごく器用だったと思いますよ。だよね。定期的に本が書けるって時点で器用なんですよ。でも三島溢れちゃったじゃん最後なんか変に。そうですね。そうですね。人生という意味では溢れちゃってると思うんですけど。三島とかどう評価するんですか、そういう意味でおいては。三島とかはでもあれはこう溢れてる才能をむちゃくちゃ頭が良かったから整えられたんだと思うんですよ。押し込める才能。だから多分これって別に頭の良さは押し込める方に使えるんですけど、頭がいいだけだと別に溢れてるものがなかったら押し込めても大したものにならないので、そこのバランスだと思うんですよね。で押し込めるっていうことはある種編集が協力もできるところではあるんですが、ご本人の中のその押し込める才能も異常に強かったから、あと多分に客観視ができたと思うので、自己プロデュースの人だっていうことも含めて客観視ができるので、ああいう、ある種絶妙なバランスの作品が、そういう意味では川端とかなんか押し込められてないですよね。面白いな、その関係はな。国文科だったんですよね。何を専攻されたんですか？卒論は川端康成で書きました。まさに眠れる美女論で書きました。あれ川端今ポリコレ的にはっていうかどうなんですか川端。これ面白い。そうなんですよ。だから私川端学会とかってあるんですけど、最後の方に卒業する前後から川端学会行くと、なんか女性でやってくれてありがとうとか言われるんですよ。今あんまりいないんですか、川端をやる人が。やりづらいんじゃないですか、男性が川端を。もちろんやっちゃうんですよ。川端研究の権威の方って皆さん男性で、素晴らしい論文いっぱい出されてるんですけど、今川端をおっしゃる通りで本当にやりづらいと思います。少女性愛と母性の問題とだよね。どうやっても逃れられないので、私はその母性と少女性愛の話を、卒論では書いたんですけども、多分当時からぼんやりと思っていた文学におけるポリコレっていうものに当時はどこまでなんですかね、逆らえるのかとか逆らうべきなのかっていうのを気にはしてたんだと思うんですが、今多分川端
あの作品出せるかって言われたら、出せはするかもしれないけれども売り方難しい。新作だったらもう難しいってことですか。売り方難しいな。まさに三角形でさっき。そうですよね。そうなんですよ。だって伊豆の踊り子だって変態な小説だよね、俺のストーカーだよね、あれもある意味でも。そうですね。なんかあの中でやられていること、例えば伊豆の踊り子の彼女に、ある種付きまといをしているっていうこと以上に少女に欲望するってことをここまでストレートに書いていいのかっていうところには、もしかしたら例えばもうちょっと年齢上げましょうとかそういう話になってくると思うんですよ。なってくると思うんですよ。でもそれは本質ではないんじゃないですか。彼にとっては。これさ、ちょっと話が本当に深くなって、海外でかつてのそれこそラウドダール的なものでもなんかポリコレ的に修正する動きがあるじゃないですか、テキスト自体を。あれどう思われます？あれはやってはならないことだと私は思います。ただこれは訂正は私はあれですけれども、注釈は入れるべきだと思うんですよね。なるほど。そこはすごく、これは今から照らされた時におかしなというか、おかしなというとあれですね、ポリコレっていうとあれですけれども、傷つく人がいる、誰かを傷つける表現である、またはそれによって権利を損なう人がいる。でそういった社会っていうのがあったことが見つめなければならないことだとは思う。だからそういう社会があったからこういう表現になってしまっているんだけれどもっていうところまで解説した上で表現を出す必要があると思うんですよね。じゃあ逆にね、ちょっと関連した話なんですが、J.K. ローリングがもともと「ハリー・ポッター」でもあれだけ大成功したわけですけど、トランスジェンダーの問題についていろいろ発言して欧米では完全にキャンセルされたじゃないですか。今ちょっとまた時代が動ってきてるんです。あのあたりってどうご覧になって？やっぱ難しいですね。一つにはその著者と作品をどこまで分けるべきかっていう問題は一つありますよね。でそれが今著者とこれも本当に私そうなんです。そういう意味で私まだ答えが出てなくて、やっぱり例えば性犯罪を犯した映画監督をもう一回登板させるべきかみたいな話にもなってくると思うんですよね。で作品には罪がない論っていうのは私も昔は正直取ってたんですけれども、それっていうのはやっぱり実際に傷つく人がいる、また被害に遭った人がいる以上、そこは切り離しちゃいけないなっていうのが思う。ただその人の思想と加害性っていうものはもうちょっと切り離してもいいのかなとは思ってはいて、J.K. ローリングのところがそこはすごく難しい問題だなと思ってますね。だからまさにさっきの三角形モデルってすごく全てになんか当てはめられますね。すごくそうですね。ただハリー・ポッターの例えばその序文のところにこれはトランスジェンダーに対する差別的な意識が強い人が書いた小説ですって書けばいいのかって話じゃないですか。さっきの注釈っていう意味では。っていうわけでもないっていうところがJ.K. ローリングの問題はちょっとごめんなさい、私もまだ答えが出てないところだなとは思う。一方で日本のマーケットの中では相変わらず、ハリー・ポッターとかは非常にナイーブに消費するっていうことで成り立ってる日本のマーケットってあるじゃないですか。そのあたりってどうですか？ナイーブですしやや鈍感でもありますよね。そういう意味ではそこに対する問題が、それはなんかもはや文学の問題というよりはどちらかというと社会側の問題だと思うんですよね。そういうニュースが、ニュースというかそういうものを考える機会自体が日本がまだ少ないんだろうなっていうところで、ある種の鈍感力によってなんかなっているっていうところはあるのかなとは思うんですよね。それちょっとこれに関連してね、キャスティング映画の例えば白雪姫をジェンダーでもうちょっとジェンダーニュートラルなキャスティングするとか、場合によってはもう男性が女性の役やるとか、ああいう動きについては何か感じられることあります？多分2パターンあって、もともとじゃあしっかりと原作がある場合にそれをじゃあ例えば本案する時、また二次的に利用する時に
その通りにやるべきかどうかっていう問題と、オリジナルで作る時にそういうこうジェンダーロールっていうのを規範的なっていう時に後者のオリジナルで作る時にはそういうジェンダーロール的なものを固定化するっていうところから離れた方がいいっていうのはそれはそうだなとは思うんですよね。私はそれはそうだなとは思う。少なくとも広く見られたいのであればそうするべきだと思います。もはやそれはビジネス的な観点から言っても別にそのポリコレな方が売れるよねっていうことではなく、広く見られたいんでしょ、だったらそれは面白い観点ですね。話だと思うんですよね。あなたたちと思想が同じ人たちだけに作りたいのであればそれでもういいっちゃいいけれども、そうじゃなくて広い人に届けたくと思ってこの映画作ってるのであれば広く届けましょうねっていうのがある。ただ一方でこのオリジナルをどこから離れるべきかっていうのはさっきの注釈じゃないですけれども、注釈的な文脈を入れられるかどうかにかかってるかなと思って、でその注釈的な文脈すらも入れられないのであればそもそもそれを使うべきではないなと思うんですね、その原作自体を。なるほどな。でなれば激しく本願をするっていう必要があると。それはだから補助線ってことですよね。何回かおっしゃった補助線を引いて受け入れられるものだったら使ってもいいかもしれないと。いやでもここまでね深く鋭いことを考えて編集の仕事されてらっしゃるっていうのはこれ村田さんどうですかね。編集者ってすごい仕事です。どうですか編集っていう仕事の醍醐味って。いやでも面白いですね。単純にこう翻訳何かをちょっとずつ翻訳していくっていうところでも面白いですし、さっきの三角形その言葉と社会と人間って意味では、その三角形の常にどこにでもいられる存在ではあるので、社会との接点も含めて面白いなとは思いますね。そういう意味ではスリリングな仕事ではあると思います。もし編集者以外の仕事するとしたら何をしますか。なんでしょうね。もう私本当に別に編集者が転職っていうよりはできないことが多すぎて、本当に銀行とかに行ったら本当に銀行とか行ったら本当にね多分使い物にならなかったな。事務処理能力が本当に低いので何ができたんだろう、何ができたんですかね。困りますね。例えば選挙出るとか。いや困りますね。そういう意味で面白かったのは選挙のサポートをするのって非常に編集者と似てる仕事。なるほど、そうか。そうすごい似てるんですよ。で社会とそれは例えば演説も含めてどうデリバリーするか、言葉でデリバリーするかっていうところと、あとはその人間ですよね。有権者の方、目の前にいる有権者の方が何を求めているのかっていうのを聞くっていう、そういう意味で選挙ってすごい選挙ですかね、すごい編集者的なので、その庵野がチームを作ってたんですけど、チームの中でも別に私エンジニアの才能があるわけでも、マニフェスト作れるわけでもないので、じゃあ今ここにこういう人がいたらいいよねとか、この人とこの人が今ちょっと滞ってるからみたいな、だからデザイナーさんとイラストレーターさんの間を取り持つようにそういう仕事をしてたので、すごい編集者的な仕事をしてたなと思います。安藤貴弘溢れるやつだと思うんですけど安藤さんの人生まとまりそうですか。ちょっとね、まとまってそれこそあれですねまとまってほしい気持ちとやっぱ編集者的にはまとまってほしくないみたいな、ずっと溢れててほしいみたいな欲望が常にせめぎ合ってますね。ただもうちょっと世間に受け入れられるパッケージはないのかなみたいな気持ちにはいつもなってますけど。なるほどな。はい。